こんにちは、ロックンクローラーズです。今回は FMS のですね、10分の1スケールのトヨタランドクルーザー FJ40 の、ラジコン。こちらのですね、走行動画を見ながらちょっと解説をしていこうかなと思います。先日ミッキーロックでですね、走行してきたんですけれども、その時感じたこととかですね、今後のね、カスタムポイントとかね、その辺をいろいろ感じたことを話していこうかなと思います。まず、こんな感じで走ってる動画見て、どう思われるでしょうか。意外と走んじゃんと思う方いるかもしれませんし、やっぱ重そうだね、ミッキーロックは厳しいでしょっていう方もいると思います。もちろんミッキーはねちょっとね、シェイクダウンにしてはですねちょっと難所だったかなと思うんですが、このぐらいのですねクローリングだといい感じで登ってくれますよね。やっぱりこのプラボディのねスケール感って大事ですね。ただこういう風にですねこけることがよくありました。これはですね、全体を通してそうだったんですけれども、キャンバーにはめちゃくちゃ弱いです。というのは、まずめちゃくちゃトップヘビーであることですね。この、リアリティのあるプラスチックボディ、そしてルーフラックとかいろいろついてますからね。重いんですよね、重心がね。重心が高いので、キャンバーには弱いという点もあるんですが、一番はですね、サスペンションですね。サスペンションがめちゃくちゃビヨンビヨン、ストロークもないしですね柔らかくてですねもうちょっとコミカルな動きにさえ思える。ただしこれが逆にいいんじゃんっていう考え方もあるので、その辺は好みです。ただし、走りをもうちょっとやっぱ良くしたかったら、これはサスペンションの交換は必須だと思います。同じですね 65mm のサイズのサスペンション、もうちょっとビッグボアなタイプでバネレート高めのやつとかをですね、おそらくですね18分の1スケールのラジコン用バギーとかのね、サスペンションが流用できるんですよね。RC レビューのねフランシスおじさんもですね、それを交換したって言ってましたね。その辺もちょっとポイントかなと思います。でホイールベースがこれ長いので、こんな風にですね亀の子になることは多々あります。これはホイールベース云々じゃないんですが、僕の経験でやっぱねホイールベース長いマシンってね安定感はあるんですけれども、こういう時に亀の子になることがたびたびありますね。それ考えるとですね、やっぱ313あたりのホイールベースっていうのは万能かなと思いますね。そしてねこんな感じでですねちょいとですね、難しそうなポイント攻めたりして、無理かなとかねこけるかなとか思うんですけれども、これはねこけたんだけど、操縦の仕方ですよね。そこは本当にですね、人のねその感覚次第なので、僕の場合はこれ片手でね撮影しながらですね左手で、ワンハンドでですねスロットルとステアリング操縦してて、言い訳になっちゃうんですけれども、片手ではなかなかやっぱ難しいです。っていうのはこれ ESC がですねボビーウィングの1040相当が入っていますね。1040っていうとですね本当に廉価版の ESC です。一時期はですね、本当にその RTR の価格を抑えるためにですねとりあえずつけとくみたいな ESC でしたね。で今は1060相当みたいのが RTR に付属すること多くはなってきているんですが、1040はですね設定項目がねないんですよね、ほぼね。要はリバースフロント前進、リバースと前進のその速度を切り替えて 50% にするとかあるじゃないですか、リバースだけ。そういうのがないのでね、これ更新時とかにですねめちゃくちゃウィーンと動いちゃったりとかね、スロットル操作がシビアですね。低速での走行もやっぱりね結構難しい、僕にはね。なんで1060、理想を言えば1080に変えたいですね。または ISDT の ESC70。そうするとですねドラッグブレーキの効きもいいですし、低速走行のね安定性も上がるし、いいことずくめなんで、ESC の変更は、必須かなと思います。あとサスペンションね。でもですねこんな感じでねいい感じで走ってはくれるんです。ロッククローリングこれでしたいって人はねいないと思うので、トレールマシンとして、川場とかね、泥の場所とか
普通にですね、自分でね、トレッキングするときに一緒に走らせるマシンとしてね、こいつを選ぶならですね、ESC の交換は別に不要かなという気もします。あとやっぱり LED はですね、ヘッドライトのみなんですよね、これ。なのでヘッドライト以外の部分ですね、サイドマーカーとかね、ウインカー、リアのねライトとかもつけられたら、もっとねいいんじゃないでしょうか。あとルーフラックね、これちょっとデザイン微妙かなって僕は思うので外してもいいのかなと思っています。軽くなるしね。でこっからなんですが、もうこれね今パーツがなくなってまだいないか、いないや、ハードプラスチックボディってことでですね、結構ね気を使うんですけれども、実はここで走っていた時にですね、もうちょっといったところかな、パーツを紛失しました。でそれに気づいたのがですね、家に帰ってきて翌日だったんですね。ということでもう諦めたんですけれども、ここ走ってですね、撮影しながらですね頑張っていたんですけれども、この辺でですねちょっとキャンパーやばいな、うおって倒れたんですね。ここじゃないか、ここだ、ごめんなさい、ここで落ちた。で岩の影になってて気づかなかったんですけれども、右側のねサイドウインカーがこれでなくなっちゃってるんですよね。さっきなくなってる動画ちょっとね前後してるんですけれども、これは痛い。このパーツはね意外とね顔を見た時にですね、重要なねアクセントなので、じゃあなんで気づかなかったんだって話なんですけど、まさかなくなってるとは思わず。なので、皆さんもですね、結構外れやすいです。実はですね、他の方もですねここのパーツを落としたっていう報告一ついただきました。サイドウインカーの部分はねカチッてはめてあるだけなんですよね、爪で。なので、外れやすいような気がするので、皆さんもね注意してください。追加でね裏からね補強するとかした方がいいかな、そんな気もしますね。走るよね、意外と走るんだよね、重いけど。だからこの辺が僕のやっぱ感覚がなんかやっぱりねぐいぐいとにかくなんか走らせて登らせてみたいなのが当たり前になってる僕のちょっと感覚が狂っていたところなんですけれども、実写の楽しみみたいにねちょっとこんなとこ無理だろうってとこは攻めないっていうね楽しみ方、そういうのをするラジコンかもしれないですね、これはね。ということでね、こちらの FJ40、走行レビュー紹介してきましたがいかがだったでしょうか。僕的にはですねこのマシンはですね今後ね、いろいろとカスタムをして、もっとですね、走るマシンにしていくというのが、一つの目標であります。非常に気に入ってますね。やっぱりボディの出来仕上がりがいい製品ってやっぱりいいですよね。もうそれに尽きると思います。なのでね、今後もね、トレイルとかねメインにはなると思うんですが、その辺でねたびたび紹介してくる製品になると思います。ボディの塗装なんかもねそのうちしたいかななんて思ったりもしているんですが、その辺をね気長に待っていただければと思います。皆さんいかがだったでしょうか。気になった方多いんじゃないでしょうか。こちらね日本の Amazon でね販売をしているので、ぜひねチェックしてみてください。それではまた次回。